こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず投稿の方でもお伝えしましたけども、今までこのチャンネルで週1日曜日に BCG 配信を行ってまして、ごく一部の方から反響あったんで続けてたんですけども、BCG の動画上げるたびに登録者が減るんで、この度別でチャンネルを立ち上げました。今後はこのチャンネルでは市場動向のみ、で BCG に関してはBC グリプトチャンネルで更新しますんで、今まで見てくれてたごく一部の方に関しては、こちらの BCG チャンネルの方でお楽しみください。こちらもご登録よろしくお願いいたします。まず ETF 関連から見ていきますと、先週の仮想通貨系 ETP の週間フローが全部で 12.2 億ドルの純流入を記録したのが話題になってます。あと先週末にも少し触れましたけども、イーサ ETF の週間フローが8月初旬以来のプラスを記録したのも話題になってますね。ファンドごとでは、ブラックロックのイーサ A が総資産10億ドルを突破したのが話題になっています。昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でマイナス 0.1 億ドルの純流出となっています。先週の勢いからまた落ち着いていますね。一方、イーサも各ファンド流入なく全体でマイナスとなっています。また、香港もマイナス 86BTC、ドル換算ではマイナス541万ドルとなっています。イーサゼロですね。あと、オンチェーンの方では、イーサ財団が新たに100イーサ26万ドル相当を売却したのが話題になっています。売却の動きが出るたびに取り上げられてますね。イーサレムファンデーションのメインウォレットの残高は、イーサ、ラプドイーサ合わせて約 48.6 万イーサとなっています。以前もこのイーサ財団の支出と余命の件を取り上げましたけども、今後の進捗に注目ですね。ビットコインの価格は現在 63,300 ドルあたりを推移しております。先週から約3000ドル幅の下落を見せています。まず先週からの流れではですね、その自民党総裁選で石破新総裁誕生から日経先物が急落しまして、石破ショック、ブラックマンデーほぼ確定と言われてましたけども、結果は大方の予想通り、昨日日本市場明け午前9時にですね、日経平均が約2000幅の下落となりまして、同時刻にビットコインも落ちた展開となりました。で、日本の方では石破新総裁が衆院解散を表明したことや、与党自民党の石破岸田派と麻生派の内部分裂などが話題になってますね。で、その後、米市場明けですね、指標もいろいろ発表されましたけども、市場に影響を与えるほどのインパクトはなかった印象です。で、ただその後ですね、日本時間本日午前3時頃ですね、またパウエル議長の発言がありまして、内容としては、労働市場は堅調であるとか、経済情勢からディスインフラのテーブルに設定するとか、政策は時間をかけて中立スタンスへなどですね。で、これまで市場では追加利下げが期待されてたんですけども、今回パウエル議長は利下げを急いでないような表現をしてまして、この発言から米金利上昇、米ドル高となってます。で、また同時刻に米株各指数も上向きになってますね。で、先ほど本日9時以降、日銀短観が発表されまして、予想を若干上回る結果を受けて、日経平均も若干戻してます。ビットコインもそれにつられて戻してますね。米国債金利は 3.773 を推移しておりまして、ナスダックが20,060、S&P500 が5,763、ダウ平均が42,330、金ゴールドが2,635ドル、日経平均が38,453円、ドル円が 143.91 円となっております。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 0.49%、額としては347億ドル相当、比率として全体ではショートが 51.57%、バイナンスミンはロングが 56.3% と下寄りになっています。今後の指標としては、本日10月1日に、米 PMI 9月確保値、米ジョル月次件数8月、米 ISM 製造業景気指数9月、10月2日にポーランド中銀政策金利、米 ADP 雇用者数、10月3日に米新規失業保険申請件数、米 PMI 9月確保値、米 ISM 非製造業景気指数9月などが控えております。他アナリストの見解ではですね、本日控えている指標、米 ISM 製造業景気指数前はですね、下落する傾向あるし、短期的に変わりすぎなんで、一旦調整フェーズになってるとかですね。あとこれまでビットコインは9月は基本下げる月となってるんですけども、今回は9月でもプラスを記録してまして、過去9月のプラスの年を見ると、10月以降は全てプラスとなっていることから、今回も10月以降は期待できるとか、あとはさらに長期的に見ると、1年半以内に20万ドルには到達するだろうとかですね。10X リサーチ、QCP キャピタル、クリーンスパークの CEO らの見解が注目されてますね。市場全体で見たら、石破ショックからの反発と、パウエル議長の発言から、再度米ドル高傾向、ただ中東情勢は未だ落ち着いていないと。で、仮想通貨市場単体で見たら、市場全体の動きに都度左右されてはいるもののですね、ETF の流入が以前と比べて回復してまして、ファンドの前後や月のアノマリー的にも
上昇への期待が集まっている状況なのかなと思います。で、チャートだけ見たら、先週滞在の長かった6万3000の攻防に再び戻ってまして、ここで反発して、再度6万6000を抜けるとなると、強い形が作れそうですけども、本日は指標の中でも、需要度の高い米ジョル月次係数、米 ISM 製造業景気指数が控えています。で、予想では前回よりも回復が見込まれてますけども、果たしてどうなるんでしょうかね。結果次第では、下6万ドルコースも視野に入ってきそうです。日本時間本日23時にですね、同時発表となってますんで、その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2610ドル、BTC 建ては 0.0413 と、先物の方では OI は全体でプラス 3.21%、額としては125億ドル相当、比率としては全体ではロングが 50.1%、バイナスミはロングが 71.0% と上襟になっています。財団や運営側の動きは未だ批判的な意見がありますけども、ETF の週間フローもプラスを記録して、先物の OI もビットコインと比べて増加傾向と、BTC 建ても先週と比べて回復傾向となってまして、単独で強くなる材料は徐々に揃ってきてる気はします。チャートだけ見ても、ドル建て BTC 建てともにそこから反発しているように見えますけども、BTC 建てでは 0.042 と、ドル建てでは2800あたりの抵抗を超えてこないと、また下へ向かう可能性は残されているのかなと思いますね。こちらも本日23時ですね。どのように動くのか注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。トランプ氏のプロジェクト、ワールドリバティフィナンシャルが KYC 登録受付を開始したことが話題になっています。KYC 登録を完了した人のみ、今後のプロジェクトの情報やトークンを受け取ることができると。プロジェクト内部の件やですね、今後の選挙戦に影響されることが懸念されてますけども、ワールドリバティフィナンシャルは中止しそうにないですね。で、選挙戦の予測ではですね、未だハリス氏リードとなってますけども、かなり拮抗してます。プロジェクトが無事遂行できるのか注目ですね。あと他では中国の元財務副大臣が暗号通貨のより深い研究をする必要があると発言をしたことや、韓国の取引所ビッサムがナスダック上場を検討していると発表したこと、あとはオーストラリアの銀行 ANZ がプロジェクトガーディアンに参加して RWA 市場参戦を表明したこと、キンキャピタルが賃貸上で1億ドル規模の不動産債務ファンドを立ち上げること、また日本の仮想通貨規制の見直しや、英国で仮想通貨 ATM を無許可で運営していた男に有罪判決が下ったことなどが話題になっています。英国の FCA はですね、その英国には合法的な暗号通貨 ATM 業者は存在しないと。仮想通貨 ATM を使用している場合、あなたのお金は犯罪者に直接渡っていることになりますと。犯罪者は仮想通貨 ATM を利用して、世界中で資金洗浄を行うことができます。暗号通貨を購入する人は、全財産を失う覚悟をしておくべきだと発表してまして、ATM がある時点で違法だと。利用する側も何らかの形で犯罪に関与していると声明を出しています。最近仮想通貨に対して各国の前向きな報道が多い中ですね、英国方面は未だ厳しい表現をしてますね。あとここからアルト関連になります。本日エーゲンレイヤーのトークンリリースと上場日となってます。日本時間では14時に各取引所上場となってますんで、この動画が公開された頃には上場済みとなってますね。で、プルマーケットでは現在 3.9 ドルあたり推移となってますけども、総供給16億なんで、時価総額では64億ドルぐらい、ランキングでは20位あたりですね。これをどう見るかですね。プレマーケットからの価格差で、市場の熱も測れるとも見られてますんで、上場後どのような格好をつけるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、AI Web3 メタバースプラットフォームのセカンドライブが1200万ドル調達、FHE レイヤーマインドネットワークが1000万ドル調達、分散型データストレージプロトコルコデックスがテストネットリリースとホワイトペーパーを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。